こういう感じ。すごいね、トラクションもすごいかかってる気がします。寝かしていってこうどこかで重くなるみたいなことはあんまなくて、均等にこうスーッとこう入ってくるんですよね。めちゃめちゃ気持ちいいよこれ。やばい、やっちゃったよこれ。これ一足いけちゃうんじゃねえの。一足100キロどうだ、いけるか。トレーサー 9GT T です。起こしてみます。さあ、重いのか軽いのか。せーの。やっちゃったよこれ。先っぽの部分は非常にね絞られてて、座面は割と広いんですけどちょっと硬いんだな。どこに下にこれを回す、これを回すだけ。回して、で、単純に、好きなところはこれで押してもらうと、ああ、そういうこと。で、リセットがこれ、直しだったかな。ああ、なるほど。リセット。はい、わかりました。ごちゃごちゃしてて、これ。そうですよね。勝手や説明書見ながらやんないと。あ、押せるんだ。こんな感じ。そして色変わったところで回すと、なるほど。変えられるんですよ。ああ、なるほど。だからこっちもみんなそうなんですよ。なるほど、なるほど。わかりました。もう大丈夫です。あとはまあこっちのところで細かい操作が。ドライブモードが。これちょっとエンジンかけちゃったんですか。これでこのドライブモードとの切り替え、今これサスペンションのモード。ああ、A1 がそう。これで切り替える。サスペンションと、あとトラクションのモードと。はい。ああ、わかりました。わかりました。で、このでっかくなったところをこれで切り替えていくんです。はい、それではまさしくファーストタッチで、いきますよ。いきますよ。すいません、お借りします。はい。よし、まさしくファーストタッチ。よいしょ。あ、でも軽いな。ああ、こういう感じか。ちょっと後で説明するね。ありがとうございます。おー、今ね、さらっと走り出したね。あんまり違和感なかったな。あ、目線が高い。あ、クイックシフター。あ、これ滑らか。すげえ。うわ、これはすごいぞ。ちょっと借りるところの、見送りのプレッシャーが強くてちょっとコンビニ寄りましょうまずね、いやちょっとね、これシート高820なのよ。で、僕が乗ってる VFR800X がローシートで多分815だと思うんで、ほとんど変わんないと思うんですけど、目線としてはね、ほぼ同じぐらいだと思いますね。ただね、俺のよりつかねえかな、これ。で、ドライブモードとかは全て標準、ドライブモードが、2ですね。で、サスペンションセッティングが A1、トラクションコントロールも2です。通常ですね。ああ、思ったより発進しやすいんだ。いや、これクイックシフターが素晴らしいよ。
うわすげえ、これはすごいぞ。で今ねこうプレッシャーがあってねできなかったんで、ちょっとこれをねでここ曲がれってか、ここ曲がれって、ああこれはちょっと、まあでも俺のと同じぐらいか。ちょっとなんか VFR より足つきが悪い気がするな、ちょっとね。でもまあ怖い感じはないかな、ちょっと乗ってきた結果。今さらっと曲がったねこれね多分旋回性能とか多分全然怖くないと思うよ。ただやっぱちょっと背が高いなあ。これなんだ、これあれだ、センタースタンドのショインがステップつま先で踏むとかかとに当たる。これめっちゃ邪魔じゃん。なんでこんなとこにあるんだろう。これで変えるんだっけ。あ、これで変わるんか。一応高速乗るから高くしとこうか。今4速で45キロ。ポジションはね、僕の身長164センチだと弱前傾になるのかな。弱前傾って感じだね。ここからねちょっとねしばらくね一般道を走りたいと思いますわ。高速乗っちゃうとねちょっと分かんなくなっちゃうから、思ったよりアクセルレスポンスがこれ2だからかな、割と滑らかでいいね。あ、もう慣れた。ちょっとなんかこの車格220キロっていうのが頭の中にあって、それでこのね足つきだとちょっと怖えなっていう感じはしたけど、もう慣れたね。もう全然平気。両足もつく。そうね、どのくらいかちょっとお知らせしたいんだけどな。片足だと僕の身長164センチで、そうですね、母子球、親指があって土踏まずがあって、そのちょっと前ですね、限りなく土踏まずに近いあたりで踏めてますから。でステップのね後ろに足がつくね。ステップの後ろ、割と怖くないぞ。最初ちょっとねこのまたがった時のこの視野が高いのと視界がねちょっとうわ怖えなって思ったけど、でこの3気筒のねエンジン音ですよね。のぶとい4気筒とは違うね。2気筒とも違うね。音的にはこうつながってますからね、音がね。ごめんスピード出過ぎたあーこれはねほんとクイックシフターがまず素晴らしいっていうところと、やっぱね電制御さすってこれ気になって、初めて乗るんじゃないかな、気になってたけど、すごいね。やっぱなんか滑らかだね。なんか路面のガタガタが来ないわ。それとこれね前もトラック出てくるのね、これねトラック出てくるんだねこれね。でねこれね MT-07、 ヤマハは最近乗ったのは MT-07 なんだけど、いやこれやっぱねこれウインカーよ。これはねヤマハさん接続感ないよ。これこんだけ高級車なんだからもうちょっとなんかしてほしかったな。これベニョベニョだもん。もう慣れなのかな。 MT-07 乗った時にね、なんでこんなベニョベニョなんだ、これクロスカブの方が全然いいぜってちょっとね言っちゃったんだけど、ちょっとねそんな感じがするよ。これはねあんまごめん、これあんまり好かん。4行ってみようか、ドライブモード。あ、全然違う。もうこの時点で違う。全然違う。なんか初期のこのねエンジン、MT-09 とかに乗っかってるこのエンジンね、なんかもうじゃじゃうますぎてって言ったけど、ドライブモードがついてからだいぶ良くなったんでしょうね。これ今ねドライブモード 4にしたんですけど、このアクセルの初期がもう全然優しい感じになってますね。逆にだるすぎて発進しづらかったな。ああなるほど、結構開けないと前行かないわ。
全然違う。ちょっと怖い方は読んでもいいかもね。走行中変えられるのかな。あ、変えられる。じゃあちょっと極端に1いってみようか。1。ダメだ。ちょっと待って。すげえ。ちょっと待って。全然違うわ。全然違う。ただ1でも走れなくないな。ちょっと落ち着いて一回コンビニ寄っていいですか。ちょっと待って。すごすぎてよ、この子が。ちょっと待ってよ、すごすぎて。あ、でもなんか今ドライモード1だけど、そんなにこうなんかガシガシ来ちゃってどうにもなんないことはないな。ちょっと一回落ち着こう。あ、でも今スーッと曲がってスッと止まったから、そんなに違和感ないかな。スタンドは、あ、これはあれか、ステップの後ろにヒゲが出てるタイプだ。あ、これはね、これはヒゲが一番先っぽにあるから、背が低い人だと結構遠いかもね。今お小水をしてちょっと落ち着いて、ちょっとさらっと止めたんでね、これちょっとでも下りになってるから大丈夫かな。ちょっと背が高いバイクって意外と取り回しができたりとかするんだけどね、腰に当てやすいからね。あ、これもそんなに、そっか、これあれか、下ってるからっていう、ただそんだけのことか。ちょっとぐるっと回ってみるか。ぐるっと。あ、意外と俺ハンドル切れなくないのかと思ってたらそうでもないんだね。そうでもなくて、よし。あ、意外と大丈夫だ。これは大丈夫なバイクだ。なんかすごいスパルタンで硬くて高くて重くてみたいなイメージがあるんだけど、あ、意外と取り回しもこれいけるよ。大丈夫だ。大丈夫。でちょっと止まってる時に行っちゃうと、このシートね、すごい評判いいんですけどね、でもそんなにね、柔らかくはないけど、先っぽはやっぱり足つきに考慮して結構こう削られてるんですけど、ここはね、もうものすごいオフィスの椅子みたいな広いところが出てきますので、通常はこの辺に座ると思うんですけど、高速巡航時この辺に座ってみたりとかして、お尻が痛くなるかどうかっていうのもね、今日どのくらいかな、200、300キロ、200キロぐらい走ると思うんですけど、それでまたね、報告します。で、皆さん一番気になっている足つきとかは全部別動画で概要欄になります。この動画はですね、ファーストタッチ、総評、燃費報告っていう動画になります。この他に足つき取り回し、ワインディング、高速道路っていう全部で4本構成になってますんで、それ全部見ていただけると、これについてはわかるかなと思いますね。あ、これモードが4になってるの。やべ、ドライモード。ちょっと待って、今ドライモード1なんだ。1じゃなくていいから、ちょっと2でいこうか。ね。ドライブモード2でいきましょう。はい。おー、やっぱり、段差越えた時とかが優しい気がする。やっぱな、不思議。初めて乗るんですけどね、このね、電子制御サス。不思議な感覚だわ。ただ乗り心地がいいっていうのはもう間違いない情報です。で、これでね、走行後に画面を切り替えるんですけど、実はね、トレーサー 9GT、それから MT-09 とかね、この辺はちょっと速すぎちゃって120馬力のエンジンだからね、速すぎちゃって興味がなかったっていうのと、それからね、実はね、これ3気筒じゃないですか。3気筒って、皆様はね、ご存知だと思うんですけど、トライアンフとか、有名じゃないですか。で、日本のメーカーだと3気筒ってほとんど作ってないヤマハしかとは思うんですが、実はね、僕が毎日通勤で乗ってますダイハツウェイクが3気筒でございまして3気筒って別に珍しいっていう感覚がないんですよね。今4気筒の方が珍しいじゃんって思ったんだけど、でなんかちょっとあんまり興味が湧かないところもあったんだけど、不思議ね、このね感じ、のぶとい、4気筒ものぶとい音するけど、
この前ね Z900RS 乗ったんですけど、4気筒もねのぶとい音がしますけど、なんかそれとも違う、まあ、どこどこ感とも違う不思議な感覚ですね。節度感ねえな本当にこのウインカーということでですね、走行後にこれから画面を切り替えてお尻が痛くなったかならないのか、それからいろいろ他にネガティブな問題が出てくるのかとかいうところをですね、またご報告差し上げたいと思います。それでは一旦画面を閉じます。走行後にワープ。はい、画面が切り替わりました。走行後でございます。ただいまの時刻が15時30分なので、約6時間ですかね、5時間半ぐらい乗っておりまして、走行距離は今日はあんま乗れなかったな、172キロぐらいですかね、まあ、200キロぐらい、200キロ6時間って思ってもらっていいですか。でこの時間走ってきて、まあネガな部分がねあるかっちゅうことなんですよ。あるかっちゅうことなんですけれど、いやーまあすごいわこのバイクは。ほんとすごいっす。今のね高速降りるところのこの、カーブのところも、ああいうとこってなんか道悪いとこ多いじゃん。でさっきでも結構うねうねしてんだけど、結構やっぱりこの電子制御サス受け止めちゃうね。特にこうダーンっていう突き上げに関してはほんと少ないです。ゆらゆらはもちろんしますけどね。そして皆様が一番気になってるんじゃないかなというですね、ヒップですよ。ヒップマサチャンネルのヒップがですね、この6時間でどのくらいダメージしているのかと、そしてですね、これを欲しいと言って検索して私の動画にたどり着いた皆様、お待たせいたしました。マサチャンネルのケツが痛くなったかならないか、チッ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 、おめでとうございます。全く痛くないですいやーね、これはマジで、これごめんね、今すげえ車線またいだな。これはね、今まで乗ったバイクの中でもトップレベルに痛くないですね。これはね、僕の尻と合ってるのもあるかもしれないです。柔らかい方が僕は好きだと思っていたんですが、実はね、このトレーサー 9GT のシートね、あまり柔らかくないんですよ。でクッションもそんなにこう厚みを感じないんだけど、これはヤマハさんがすげえ開発して作ったシートなんじゃないかな。タンデムシートはすごく厚くてね、ふんわりしてますけど、普通に私が座ってるシートはね、そんなにシートが厚い感じがしない。そして柔らかい感じもしない。どっちかというと硬い部類に入ると思います。それでもね、全然痛くならないね。これはね、座面が広いことも影響してるかもしれませんね。結構ね、こう三角形のシートなんですよ。三角形のシート。これね、足つき取り回しポジションチェックの動画をぜひ見てください。三角形のシートで、後ろに行けば行くほど座面が非常に広いです。で、フロントの方は、やっぱ足つきに考慮して、ある程度削れてます。フロントの一番前に乗っちゃうとやっぱり痛くなるかもしれないけど、まあ、通常時、ケツの座りのいいところですね。ケツの座りの悪いと書いてではなくて、ケツの座りのいいところに座った場合ですね、お尻は痛くなりません。これは良きシートですね。その他にね、ネガな部分、なんだろうね、クラッチなんか使わないしさ、上下クイックシフターが入ってるから、クラッチもほぼ使わないし、じゃあクラッチどうかっていうと、そんな重くもないですね。ただ軽くもない。まあこんなもんかなって感じ、心地いいぐらいの重さじゃないかなと思いますね。私が乗ってる VFR800X のクソ重たいクラッチとは違います。でトランザルプとかあの辺のもうなんかこれ壊れちゃったのみたいなめちゃめちゃ軽いクラッチとも違う、そこそこ接触感のあるねクラッチですね。でそれでね、クイックシフターで思い出した、
これね、クイックシフター最初に素晴らしいって言ったじゃないですか。確かに素晴らしい。つながりとか軽いし、某ね、鈴木さんのクイックシフター、800DE に、V スト 800DE のね、クイックシフターは割とこう重かったですね。だけどこれは全然重さも感じないし、すごく軽いし、非常にクイックシフターの出来が良きです。ただね、ちょっと制限があるんですよ。2000回転以上、2200回転かな。ちょっとこれすみません、詳しい方コメントでいただけるとありがたいかなと思うんですけど、多分2200回転でアクセルを開けてる状態でないとシフトアップできないです。ってことは、これ今パーシャルで走ってるじゃないですか。この時もね、シフトアップできないんですよ。で、ここに QS って書いてあるんですよね。クイックシフターっていう表示があって、ちっちゃいんだけど、そこにね、上矢印、下矢印があって、そこが緑色の点滅をしている時だけ、クイックシフターが作動します。なので、パーシャルの状態、パーシャルって同じスピードで走ってる状態ね。アクセルを開けてもいないし、閉じてもいないっていう状況なんですけど、この状況ではシフトアップができません。少しでも、ほんの少しでも開けてる状態でしたらシフトアップができます。そしてダウンに関しては、完全にアクセルオフしてないとシフトダウンができないです。なので制限があるんですよね。ただ、今日一日乗って、これでシフトアップできなかった、シフトダウンできなかった、困っちゃったなみたいなことはないので、ほぼほぼ問題なきかなと思います。でもちろん、アクセル開けた状態でシフトダウンするときもあるじゃない？例えばさ、上り勾配で低回転、例えば5速とかで低回転で上りを登ってて、力あるからね、そのままグッと上げちゃえばグッと登ってっちゃうんだけど、ちょっとシフトダウンしたいなっていう時あるじゃないですか。開けたままアクセルグッと上げたままクラッチガーンって握ってシフトダウンポンとするみたいなことを僕はやりますけど、クロスカブとかでもねやりますけど、そういうのができないんだな。ただあれなのかな、アクセルを開けてる状態でシフトダウンする場合にはクラッチ握っちゃえばできるのかね。ちょっとそれは確かめてないからわからないけれど、ちょっと待って、2、3でしょ。で、ちょっと前が開いたら、開けた状態で、なるほど、今みたいな時よ、今みたいな感じ。それはね、クラッチ握っちゃえばできるんですよ。だからクラッチ握らないと、クイックシフターはアクセル開けた状態だとシフトダウンが入らないっていうことですね。クラッチ握っちゃえば全然問題ないです。ただ困ったことはなかったけどね。それから足つきです。最初ね、うわ目線高え怖えみたいなね話をねしたと思うんですけど、これは慣れですね。僕全然慣れました。そして U ターンとかも非常にしやすいです。この車体ハンドル切れ角もあります。これがねイメージと全然違いましたね。なんかすごく低速とかが扱いづらくて、U ターンとかもハンドル切れ角が少なくて難しいのかなって思ってたけど、全然問題ないわ。すごいです。すごい乗りやすいです。でアクセルレスポンスが鋭すぎるとかそういうことも全くないです。ちなみに今ドライブモード2で走ってます。1で走っても全然問題なくこういうところをただただ走れます。だからやっぱあれだね、ネット情報ってやっぱダメだよね。すげえ乗りやすくてもう拍子抜けしたもん。あっけなく乗れちゃうよね。あっけない、あっけないキスの後、これなんだっけ薬師丸ひろ子さん、題名がわかる方コメント欄までお願いいたしますですね、他ネガな部分なんかほとんど感じねえよ。エンジン音もねなんかすごくうるさいですって。エンジン音じゃないや、マフラー音ね。サウンドチューンされてるわけですからすごくうるさいですよ、ノーマルにしてはみたいなのも見たけど、いや全然これなら CB1300 スーパーボルドルとかの方がうるさかったし、
なんなら僕が前に乗ってた CB650R の方がいい音が響いてきてましたね。これは非常にジェントルですよ。っていうのはマフラー出口がね下向きになるんですよ。要するにこのバイクってサイレンサーがないんですよね。俗に言うバイクのサイレンサーがないんです。で下向きにサイレンサー部分がこう穴が開いたところが下向きにあるんですね。でその跳ね返りで音が非常に聞こえるということなんですけど、 CB650R なんかはねクッとこう上に向いたショート管が直接ライダーの耳にいい音を届けてくれてるんですけど、そこまでやっぱりうるさくないですね。好感持てますよ、すごいこれ。でこの辺の複雑な設定とか、これもちょろちょろっていじくっただけでなんとなくわかるので慣れだと思います。すぐ慣れます。問題ないと思いますね。でクルコンも非常に使いやすいし、ポジションもね弱前傾でちょっと肩痛くなるかなと思ったけど全然大丈夫ね。むしろこのくらいの気持ち前傾でお尻が痛くなるのを防いでくれてる可能性が非常に高いです。ステップの位置も素晴らしいし、ブレーキのねこの初期のタッチ、それからリアブレーキも非常に扱いやすくて使いやすいです。もうねごめん全然穴がない。で僕電子デバイス大好きなんで正直言いまして、すいませんちょっと言わせてください。正直言いまして、あ、赤信号だ。赤信号で言うの恥ずかしいな。でも誰もいないから言っちゃおうか。よし、このトレーサー 9GT 私大好物ですこれ申し訳ない、これ大好物だわ。このね食わず嫌いというかね、僕この食わず嫌いが始まったのはですね、この 9GT それから MT-009 かとかに食わず嫌いが始まったのはね、このまずねエンジンなんですよ。3気筒みたいな。3気筒ってさ、まあちょっと得意性があるのかもしれないけど、今となってはさ、僕が毎日通勤で乗ってるダイハツウェイクと同じですよいいか、ダイハツウェイク3気筒だしみたいな、そんな感じだよね。今2気筒がそんな感じになっちゃってない？ 2 気筒みんな2気筒じゃないですか、新しく出るバイク。やっぱ4気筒とかっていうバイクがやっぱ希少性が高くなってくるわけで、ライダーってやっぱ希少性が高いバイク乗りたくなる傾向にあると思うんだよね。だから私はね VFR800X の V 型4気筒っていうのにね惚れ込みまして乗ってるんですけども、いやー食わず嫌いだった。この3気筒素晴らしいエンジンですわ。音もねもうちょっとなんか味気ないのかなと思ったけど、やっぱりのぶとい素晴らしい音するし、回した時の音も素晴らしいし、下のトルクがないかと思ったらめちゃめちゃあるし、上もドカン回るみたいな。いやーネガがない。なんかアドベンチャーにしてはちょっとスポーティーすぎませんかみたいなのも見たけど、レビューを。そんなことない。じゃあスポーティーだよ、めちゃめちゃスポーティーだけど、スポーティーならスポーティーでいいじゃん。街中で扱いやすければ。こんな街中で扱いやすいバイクなかなかないぜっていうぐらい扱いやすいぜ。特にこのスタート発進ね、スタート発進のちょっと前開けて止まろうか。スタート発進のねこのつなぎがめっちゃうまく作ってあるね。この開け始めのなんだろうな、ここがすごくねヤマハさんうまく作ってありますよ。これ今ドライブモード2ねで、このままアクセル開けないで発進しても割とこのくらいは演出しないです。もちろんもっとグッてつないじゃったら演出しますよ。演出しますけど、まあその辺駐車場とかでアクセルを開ける必要はないでしょうね。クラッチだけで大丈夫だと思います。ネガな部分がねえよ。足つきぐらいかなと思うけど、まあ全然怖くなくなっちゃったな。ちょっと乗ってたら重心が高くて軽いバイクではないです。220キロで足つきも悪いから軽いバイクではないけれど、
結局母子球がついてますからね。僕の身長で164センチで母子球がつくっていうことはもうそれ以上望めないでしょ。つま先ツンツンってわけじゃないからね。あ、ウィンカーの接続感ね、これはやっぱりちょっと慣れが必要かな。もうちょっとこうカチッとしたウィンカーにしてほしいよ、ヤマハさん。高級車なんでさ、ちょっとその辺お願いしますよ。もうちょっと、俺 XADV のウィンカースイッチ、本当にあれ、世界最高にいいと思ってるんだけど、カチッカチッっていうね、カチッっていう本当に素晴らしい接続感のあるウィンカースイッチですけど、XADV。そういうスイッチが良かったな。よし、じゃあ最後に給油して燃費報告をしましょう。ちなみに廃浴18リットルタンクとなっております。あ、それと僕はインフォメーションディスプレイ自分で設定したんですけど、これね、いろんなのがありますけど、僕はトリップ1、それから水温計、それから気温計、それからクルーズコントロールのスピード計にしてます。平均燃費とか僕あんま興味ないからいろんなのあるから、これもね、設定はいろいろ自分のなりにカスタマイズできるから、しかも簡単にできます、このダイヤルで。なので簡単かなと思いますね。それとね、電子制御サスのおかげでノーズダイブしないのよ。これ今フロントだけで止まるね。ほら、あんまりしないでしょ。グーンってなんないでしょ。で、この状態でこうやってやってもフロント沈まない。全然沈まないのよこれすごくない？普通さ、こうやったらさ、ペニョンペニョンってなるじゃん。なんないのよ、全然。だからこういう作用がいろいろしてあって、すげえ曲がりやすいんじゃねえかなと思うんだよね。それとクルーズコントロール入れて解除するときにブレーキを握ったりとか、それからシフトをチェンジしたりとかするじゃない。これね、すごいなと思うのは、アクセルを戻したら解除されるって書いてあるんですよ。で、これね、アクセルを解除するっていうのが、アクセルを戻したらか、アクセル戻したら解除されますっていう風に書いてあるんだけど、これがね、クルコン入ったらさ、バイワイヤーだからパンって戻るじゃないですか。その先に5ミリぐらいこの戻す遊びがあるんですよ。これすごくない？で、これでクルコンが解除されるんですよ。で、何がすごいかっていうと、ブレーキついたりとかしないじゃない。ブレーキで解除されると思ってブレーキとかパンってやると、後ろがこうね、ブレーキなのかパンって光るでしょ。これ光んないんだわ。これってさ、後続車に迷惑かけてとかしないでしょ。あ、なんかすごいなと思いました。よく考えてるなと思って。さあ、それでは給油していきまーす。そう、スタンドがね、出しづらい。上げづらいし出しづらい。これね、特に出すときね、もしかしたら映んないかもしれないけど、このヒゲあるじゃん。ヒゲがここにあるんですよ。で、このヒゲを踏んでいくと、必ずこのステップに足が当たるんですよ。ステップがすげえ邪魔これさ、この辺とかにさ、やっといてくれりゃいいのに、これなんでこんなとこにヒゲあんのかな、これ。なんなんだろうね。で、ヒゲも一番下だからさ、払う時もすげえ遠いし、これはちょっとネガだな。これオーソドックスなやつだと思いますけどね。そうですね。そして廃浴を入れましょう。あ、これ結構下まで入っちゃうな。これはプッシュで、そうですね、ですね。では燃費計算します。本日の走行距離がここまでが 188.8 キロ、 888cc 割ることの 8.73、 21.57。 いや普通だよ全然。なんなら VFR よりいいかな。そう考えると、俺の VFR 燃費悪いな
はい、というわけでね、返却したいと思います。そうそうそう、U ターンね。U ターンもね、さらっとこうできちゃうんですよ。こう意外でしょ？意外だよね。こんなにさらっといくなんて思ってないじゃんさ。こういうところもね、非常に扱いやすいね。これモード2ですからね。モード2でこんだけ扱いやすいから。危ねえ、高え、わだちこえ。わだちの下こえ。というわけでですね、ファーストタッチ総評年日報告、すべて終わりました。トレーサー 9GT の動画は4本。この動画と、ワインディング、高速道路、そして足継ぎ取り回し、ポジションチェックとなっております。概要欄にリンクしてございますので、そちら全部見ていただきますと、トレーサー 9GT に関しては全部わかるかなと思います。そして、マサチャンネルは、ここからでしょ？マサチャンネルはこの動画だけではございません。たくさん皆様のためになる動画アップしております。この後流れるチャンネル紹介動画をご覧になって、チャンネル登録お願いします。私と同年代のおじさまと言われる皆様、若い女の子の動画を見るのは楽しいですね。私もそうでございます。が、皆様と同年代の男もですね、必死に皆様に楽しい動画を届けようと、そして正しい情報を伝えようと必死で頑張っております。ですのでですね、マサチャンネルを助けると思ってチャンネル登録をしてください。わずかな広告収入がですね、レンタルバイクの資金になっております。非常に助かっております。今後もよろしくお願いいたします。それでは農耕車優先からやっていきたいと思います。何をやるんだ。それでは皆さん、さようなら。